こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。今回は N690 と 440C の切れるステンレス鋼同士のダマスカスで先丸タコ引き9寸を作ります。最初に鋼材に包丁の形を写し取ります。この状態でもうっすら模様が見えています。ざっくり不要な部分は切り取ったので、60番のベルトで外周を整えていきます。外周が終わったんですが、取り忘れてしまいました。焼き入れから帰ってきました。 HRC は60でした。焼き入れした後、なかなか手をつけられなかったので少し錆が出てしまっています。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきがきれいに作れていないと、砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。裏面ができました。60番のベルトで平と切れ刃を作っていきます。平と切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。60番が終わって包丁の形になりました。一旦模様を見てみたいと思います。面の角度が違うと模様の出方が変わります。次は120番で60番の傷を消します。切れるステンレス鋼材同士のダマスカスは積層させる前の単体の鋼材よりも削りにくいです。240番で120番の傷を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。
400番で240番の傷を消します。ここから磨きの作業になります。ダマスカス鋼材はたまに結構曲がってくるものもありますが、これはそんなに曲がってこないです。400番をかけたら接着不良を見つけました。600番で400番の傷を消します。400番が終わったあたりからだんだんと光り出してきます。この後は800番、1000番と続くので、この辺でジャンプ。1000番が終わりました。峰と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が峰です。峰は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。鏡面が完成しました。この後刃付けをしてから模様を出します。柄を作っていきます。ハンドルの上部に透明の緑色の樹脂、金属を1本、主体となる部分に黒炭を使います。フライス板で樹脂の平面をざっくり出します。この樹脂は中にメッシュみたいなのが入っています。フライス板で樹脂に包丁を刺す部分の穴を開けます。見た目がゼリーみたいで涼しい感じですね。作業場はとても暑いんですけどね。
包丁の柄に刺さる部分が短いので、鍵みたいな形にして接着剤を入れた時に抜けないようにします。黒炭をカットしていきます。今回の黒炭はだいぶ茶色いですね。フライス板で包丁を刺す部分の穴を開けます。材料が揃ったので接着中です。固まったので60番のベルトで四角に成形します。四角になりました。黒炭に面白い模様がありました。四角になったので八角に形を整えます。八角になりました。220番で60番の傷を消します。傷が消し終わったら木材の収縮防止剤を塗ります。この収縮防止剤は食器などにも使われていて、食品衛生法に適合した安全なものです。収縮防止剤が乾燥したので400番で磨いていきます。あとは同じ作業なのでバフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。樹脂がとても綺麗ですね。
刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは紡製塗料です。砥石は面直し済みです。今回は帽子と呼ばれる包丁の先っぽの部分も刃をつけます。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直しをしていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を一度鏡面にして模様を出しました。切れ刃の接着不良は結局取れませんでしたが、裏側には出ていないので、研いで使っていくうちになくなると思います。裏押しはラインが狭く一定です。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は黒炭を主体に作りました。緑色の樹脂と金属を1本入れてアクセントにしました。この樹脂は一番最初に上げた動画の絵に使った材料と同じものです。試し切りしていきます。
切れ味はいいです。芯金のないダマスカスは使われている鋼材がわからないと切れるかどうかわからないので、こういったダマスカス鋼の包丁を選ばれるときは必ず鋼材を確認した方がいいです。おまけで切れ刃だけ鏡面に戻しました。全部に模様が出ているのと一部だけ模様がない仕上げ。皆さんはどちらが好きですか？よかったらコメント欄で教えてくれると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。